皆さんこんにちは、わたたびです。今回は秋田県にあるレトロな温泉街に宿泊します。利用客の減少に伴い、旅館や店舗の閉業が相次ぎ、温泉街の衰退が進んでいます。場所は秋田県北西部にある三種町。秋田の奥座敷として親しまれてきた森竹温泉を目指します。道中の観光地を巡りながら向かいます。はい、あと3分で到着します。このカーブを曲がった先だと思うんですけど、これですか。はい、到着しました。雪に埋もれてて気づかず通り過ぎてしまいました。こちらはですね、高岩神社で、ここからね、参道の入り口になります。ここからその高岩神社までは徒歩35分なんですけど、この雪なんでもうちょっとかかるかと思います。試しに歩いて行ってみたんですけど、スノーシューとかなくてもね、行きそうだったんで、このまま向かいます。鳥居が見えてきました。よいしょ。ここが参道の入り口になります。この参道には雪が積もってないですね。すごく歩きやすいです。横には建物があるんですけど、もう倒壊してしまってます。牛小屋だったんですかね。こちらも廃墟ですね。誰か来た足跡もあります。物好きがいるんですね。ちょっと雪深くなってきました。足跡をたどっていれば沈むことはなく歩けてます。数百メートル進んだだけでもう汗かいてきました。よいしょ。結構歩いてきたんですけど、舐めてましたね。めっちゃしんどいです。いや、こんなにもしんどいですね。雪があるかないかで。なんか白鳥っぽい鳴き声がね、すごく聞こえてきます。この辺りに湖でもあるんでしょうか。昨日の夜にね、コンビニの二郎系っていうんですか、ニンニクマシマシのラーメンを食べたんで、すごく臭いと思います。汗もかいてるんで、もっと臭いでしょうね。歩き始めて35分ぐらい経過しました。神社は一向に現れません。やっぱり雪道だと35分では行けないですね。嘘だろう。まだまだ続きます。これ足跡をたどってますけど、合ってますよね。ちょっと休憩です。汗だくです。でも体から湯気がめっちゃ出てます。暑すぎて上着脱ぎました。日曜日ですけど、誰も来ないですね。こんなとこ来ないのが普通なんでしょうね。いや、たどり着かんぞ。どこにあるんだ。
わ、すっごい大きな杉の木です。で、この左側にもすごく大きな岩があります。まあ、それぐらいしかないんですけどね。はい。ここがラストスパートですかね。もう一番雪深いです。はい。歩き始めて1時間経過しました。で、地図を見てみると、あともう少しですね。あとちょっと頑張ります。回廊岩の入り口。ああ、これのことですかね。行けなさそうなんで、勘弁してやってください。小屋のようなものが見えてきました。もうそろそろ到着ですかね。これは何でしょうか。休憩小屋ですかね。トイレのようにも見えます。鳥居が見えてきたんですけど、これをさらに登る。嘘だろ。ここから本当に険しい道だと思います。それではね、向かいたいと思います。水が湧いてる。なんでこんな場所に神社を建てようと思ったのか気になりますね。到着ですね。うわ、すっご。めっちゃ立派な本殿が建ってます。すごい。こちらが高岩神社です。灯籠が見えなくなるぐらい雪が積もってます。高岩神社は智覚大師によって建立されたと伝えられています。もともとはですね、薬師如来を本尊としていたとされています。で、寛政6年、1794年には、檜山の棟梁によって本殿が建築されました。当時は4間四面板葺き、およそ 7.2 メートルの白木造りで、京都の清水寺にも劣らないと言われるほど立派な社殿だったと伝えられています。こちらの高岩神社では、旧暦1月15日の小正月に裸祭りというね、伝統行事が行われています。で、参加者は、晒しの下帯姿に白足袋、わらじを履いて、まず藤琴川に入って手桶で冷水を頭からかぶって身を清めます。その後、賽銭を握りしめて無言のまま山道を登って藤琴川から約 4km 先にあるこの高岩神社でお祓いを受けます。そして一年の無病息災や家内安全、商売繁盛を祈願するという過酷な伝統行事です。真冬に川に入って冷水を頭からかぶるだけでも辛いのに、そこから4キロ先のこの神社まで参道をふんどし姿で登るなんて自分には絶対できません。そちらになんか観音堂っていうのがあるみたいなんで、先にね、こちらを見に行きます。いや、ここまで来たのに、もうこれ以上近づくことはできませんでした。こちらはかごめ岩です。この格子戸の先にですね、猿の木像が祀られているそうです。参拝しましょう。よいしょ。この建物にはどうやって行くんでしょうか。行けるのかな。ちょっと頑張ってみます。なんとかたどり着きました。こちらですね。ここからの眺めはこんな感じですね。ちょっとやっぱ気が多くてね、見晴らしがいいっていうわけではないんですけど、
いや、それにしても、よくこんな山奥にこれほどの立派な建物をどうやって建てたんでしょうか。ちゃんと管理されてますね。なんか洞窟のように見えますけど、雪がね、すごくて、この先を見ることができません。こちらにも階段があるんで、何かあるんでしょうね。はい、それでは参拝したいと思います。中はこんな感じですね。すごく木のいい匂いがしています。この現在のね、本殿は近年に造営されたものだそうです。すごく歴史を感じます。はい。裸祭りの時はこうライトアップするみたいですね。すごく綺麗です。女の人も参加してたんですね。この裸祭り、番頭屋っていうんですかね。この写真もすごいです。どうやってライトアップしてるんでしょうか。でこちらの参拝の仕方はですね、まず正座して深く二礼します。胸の高さで両手を合わせて祈願を込めて二拍手します。で、最後にもう一礼するのがこちらの参拝の作法みたいです。それではね、下山したいと思います。本当に立派な建物でした。いや、来てよかったです。もしね、皆さん行かれるんだったら、雪のない季節の方が緑が生えてすごく綺麗な場所だと思います。あと紅葉もね、もしかしたら綺麗なのかもしれませんので、冬以外の季節に訪れてみてください。はい。それではね、下山します。いや、今来た道をまた帰るって思うと、ゾッとしますね。ダッシュで帰ります。帰りはどれぐらいかかるか測ってみます。ちなみに、今の時間が10時36分です。はい。戻ってきました。いや、めっちゃ疲れました。今の時間がね、11時18分なんで、42分かかりました。雪のない季節の上りの所要時間35分よりもね、かかっちゃいました。はい、それではね、次の目的地に向かいます。めちゃくちゃ疲れました。次の目的地はですね、ここから22キロ31分で到着します。あともうちょっとでね、到着します。この辺りを道がない。左折なんですけど、ない。ダメだ。行ったらあかんって、こっちは。歩いて行ってはるわ。歩いて行きはる。ここに止めて歩いて行けってことや。なるほど、わかりました。到着しました。到着っていうか、この先はね、車は行けないようです。で、この先にはね、滝があるそうなんですけど、来られている方が多いみたいです。人気の滝なんでしょうか。とりあえずね、行ってみます。いや、行けないですね。あらららら。はははは。こちらにね、大柄の滝っていうのがあるんですけど、どうしましょう。じゃあ、スノーシュー入ってきます。こちらの滝はですね、冬に訪れたことがある人はないと思います。ネットで検索しても写真とか一切なかったんで、もしかしたら貴重な映像が撮れるかもしれません。はい、それではね、スノーシュー入って、今から向かいたいと思います。積雪はね、
1メーター20センチぐらいなんでしょうか。ここからスタートです。道がわかんないんでね、たどり着くでしょうか。一応ね、熊スプレーは持ってきてます。スノーシューでも結構沈みますね。なんか歩くたびに地割れが起こります。この下が川でないことを祈るんですけど、前代未聞の挑戦です。で、1.2 キロなんですけど、この雪なんでかなり時間がかかるかもしれません。あんなとこにブラックホールが、うわ、怖いや、どこを歩いてるのかわからないのが一番怖いですね。いや、気になりますね、あの穴。危ないんで、この川沿いを歩きます。一応この川沿いがね、道のようなので、ここから上りになってますね。なかなかハードです。今まで人の足跡が一つもなかったのに、こっからね、足跡があるんですよね。熊の足跡なんでしょうか。ちょっと緊張しますね。なんか人の足跡のようにも見えるんですけどね。でも今まで本当に足跡がなかったんで。はい、こっからですね、二手に、ルートが分かれました。もう地図を見る限りこっちのような気がするんで、こっちに進みたいと思います。違うかったら最悪ですね。歩いているうちに、だんだんと自分は何してるんやって思うようになってきました。本当、何してるんでしょうね。林道のようなところを歩いてます。でも普段ならね、滝のもうすぐそばまで車で行けると思うんですけど、一体どんな感じの道なのか、全く想像もつきません。怖え。急な坂というかもう崖ですね。滑らしたら終わりです。あれから15分ほど無言で登ってきました。で、どうやらこの辺りのようなんですけど、看板も何もないというか、雪で埋もれてしまったのかわかんないんですけど、おそらくね、この辺りだと思うんですけど、ここにはね、最後の難所が残ってます。その難所がですね、この、雪で行けるかどうかにかかってます。せっかくここまで来たんですけど、まあそれ承知の上で来ました。あ、向こうにちょっと看板が見えました。とりあえずね、あれを目指します。いやー、1.2 キロだけでもこんなに辛いんですね。汗びっしょり。はい、こちらが大柄の滝の看板ですね。まだ結構歩くみたいですね。こっからね、157段の階段が待ってるんですけど、その階段がね、雪で埋もれてないかっていうのと、あと結構ね、もう腐りかけの鉄の階段なんですね。なので、かなり危険な場所となります。なのでこれ、雪が積もってなくても危険かもしれませんね。あそこに階段が見えてきました。やっぱりダメでしたね。100メートル以上ね、下に下らないとダメなんです。ここまで来て、見ることができませんでした。ドローンで見れるかわかんないですけど、ちょっとドローンで見てみたいと思います。
いや、すごく迫力のある滝でした。滝の周りをですね、洞窟のようになってて、本当に神秘的な場所だと思います。雪のない季節にまたリベンジしたいと思います。今からまたこの 1.2 キロの道のりを戻りたいと思います。ちなみにね、階段はここなんですけど、すごく急勾配な階段を100メートル以上下るんで、もうさすがに行けないですね。気温が暖かいんで、雪崩の危険もね、ゼロではないんでね、いや、ここに一人でいるのが怖いぐらいね、神秘的というか、迫力のある景色です。早く戻りたい。もうここから下りか水平な道しかないんで、気持ちが楽になります。よいしょ。あとちょっとですね。帰ってきました。いや、もう冬のね、除雪されてない滝はもう二度と行かないと心に誓いました。で、前にね、おじいちゃんが歩いてるんですけど、ここ熊おるぞって言われました。やっぱりあの足跡は熊だったんですね。熊と出会わなくて運が良かったです。それではね、温泉街の方に向かうんですけど、もう汗だくでね、もう体が気持ち悪いんで、今から向かう温泉街の近くにですね、モール温泉を見つけたんで、そちらの方に入りに行きたいと思います。モール温泉は結構珍しいですね。北海道の旅の時にね、一度モール温泉に入りました。旅しててもあまりね、出会わない温泉なんで、今日のご褒美にね、入りたいと思います。全然雪がなくなりました。市街地の方は雪がないんですね。はい、到着しました。ボルダー片野湯っていうところに来ました。こちらがね、モール温泉になります。温泉の方楽しんできます。はい、温泉の方入ってきました。紅茶のような色をしたモール泉で、塩分がすごい高い温泉だと思います。モール泉は本当にね、珍しいんで、見かけたら寄るようにしてます。それではね、温泉街の方に向かいたいと思います。はい、もうちょっとでね、到着します。はい。で、こちらがですね、観光用の駐車場になります。はい、到着です。はい、到着したんですけど、まずね、温泉街の入り口の方に向かいます。ここから先がですね、温泉街の入り口になります。今日はね、3連休の中日なんですけど、こんな感じでちょっと寂しい感じがします。森竹温泉はですね、昭和27年、1952年に石油の採掘中に温泉が湧き出したことをきっかけに発展した温泉地です。入浴施設をはじめ、ゴルフ場やキャンプ場などのレジャー施設が整備され、秋田の奥座敷として親しまれてきました。まだ歴史は浅いんですけど、宿泊施設の廃業が相次いで衰退しつつある温泉地です。で、こちらの泉質の方はですね、ナトリウム、カルシウム、塩化物泉で、体が浮くほど濃いことで知られていて、しょっぱい温泉とも言われてます。で、こちらの温泉街にはですね、宿泊施設は現在2軒しかなくて、日帰り入浴施設はその2軒で利用することができます。その一つの入浴施設は温泉街の入り口から少し離れたこちらの建物になります。こちらがですね、日帰り入浴もできる温泉宿泊施設森竹温泉ユーパルです。入浴料金は500円でボディーソープなども置いてます。温泉街の中じゃなく道路沿いにあって大きな駐車場もあるんで、
観光客も地元の人も利用しやすい中心的な温泉施設の一つです。日帰り入浴施設が2軒しかないんでめっちゃ流行ってました。日帰り入浴の需要はあるんですけど、温泉街の方は衰退していっている状況です。はい、それではね、こちら温泉街の方散策したいと思います。こちら人見って書いてあるんで、昔は宿泊施設だったのかもしれません。はい。もう住まわれてないですね。はい。もう入り口が雪で塞がれてます。こちらもそうですね。もう玄関の前は雪があるんで、もう住まわれてないですね。はい、こんな感じです。こちらはカラオケだったみたいです。こちらももう営業されてないです。かなり大きい宿泊施設だったんですね。2階のここに扉があるんですけど、どういうことなんでしょうか。ここに階段があったんでしょうかね。こちらは、板前料理&スナック。メニュー表もそのまま残ってます。こちらはもう倒壊しそうですね。こちらの建物はもう窓ガラスもありません。中が丸見えです。こちらの建物なんですけど、なんとですね、クラブですね。クラブ&スナック。こういうのもあるっていうことは、当時は賑わってたことがよくわかります。で、このスナックからですね、ここメイン通りになるんですけど、あそこでね、温泉街は終わりです。本当にね、小さな温泉街になります。で、こちらも宿泊できるうちの一つ、森竹温泉ホテルになります。外観はね、ホテルっぽくないんですけど、一応ホテルみたいですね。で、今回はこちらの森竹温泉ホテルに宿泊します。宿泊と日帰り入浴できるのは、さっきの温泉施設とこちらの森竹温泉ホテルの2軒のみとなります。ではね、こっちの方に行ってみたいと思います。
この反対側はですね、特に何もないです。今日はね、こちらに宿泊するんで、すごく楽しみです。で、その向かいにですね、お食事処があるんですけど、こちらはもう営業されてません。その隣のお土産屋さんももうやってません。で、その向かいにもクリーニング屋があるんですけど、やってないですね。で、実はですね、昨日の夜下見に来たんですけど、こちらの居酒屋は流行ってました。ここは全滅ですね。入り口がね、こんな状況なんで、お客さんをお出迎えするような感じではないです。こちらのお店の向かい側にあるこの巨大な宿泊施設なんですけど、こちらもね、もう廃業されてます。最大320人収容できるこの温泉街最大規模の宿泊施設でしたが、2012年以降閉館しています。こちらにはラーメン屋があります。こちらもね、夜賑わっていました。もうこれもダメですね。結構朽ちてきてます。こちらの宿泊施設の隣もですね、大きなホテルなんですけど、こちらも2025年の9月30日をもって閉館しています。閉館して半年も経ってないんで、外観は綺麗です。なんならまだやってそうな雰囲気があるんですけど、これは何なんでしょうね。この温泉街のシンボル的なやつでしょうか。温泉が湧いてます。結構暑いです。匂いは特にしないですね。一周回ってみたんですけど、特に何もないです。この謎の建物の裏手にですね、カッパの足湯っていうね、休憩所があります。こちらはですね、24時間利用できる足湯として人気があったんですけど、さっきのこの後ろにある森山館がね、運営していたんで、森山館の閉館とともない現在は休止となってます。で、温泉街はもうここで終わりですね。路地裏とかあったんで、そちらを見に行きたいと思います。昭和から平成初期は社員旅行や団体ツアーが主流だったのに対して、現在は個人旅行中心なんですが、この温泉街には大きなホテルが目立つんで、中規模の地方温泉地は団体依存が大きかったため影響を受けたのかなと思います。秋田県は全国でも人口減少、高齢化が特に進んでいる地域なんで、旅館の後継者不足の問題や観光動線に乗りにくい立地も原因の一つかもしれません。3連休というのもあるんですけど、地元利用や日帰り入浴の需要はかなり高いのかなと感じました。大衆温泉地モデルが時代に合わなくなった側面が大きいのかもしれません。いや、かなり立派なんですけどね。こちらも旅館だったんですかね。家の中が草に飲み込まれてます。この奥にも宿のような建物がたくさんあるんですけど、もう半分崩れてきてしまってます。こちらもダメですね。もう崩れちゃってます。スナック夢、森竹温泉活性化事業。で、こちらは、パブスナック、片道切符。こちらは、営業されてますね。はい。で、その反対側は、アパートですね。利用者はいらっしゃらないようですね、この感じだと。結構ね、飲食店は多いですね。森竹温泉ホテルの方に戻ってきました。野良猫かわかんないですけど、猫がたくさんいてます。歩いてて後ろ振り返ったら3匹ぐらいずっとね、ついてきてました。
こんな小さな温泉地ですけど、かつては秋田の奥座敷として賑わってたんだと思います。現在はちょっとね、寂しい感じではありますけど、大きなホテルや、あと飲食店がたくさんあったんで、当時は本当に賑わってたのかなと感じました。はい、それではね、チェックインしたいと思います。入り口入って右側がフロントになります。で、フロントの向かいにですね、お食事会場があります。朝食、夕食はこちらでいただきます。はい。で、こちらに進むと大浴場があります。撮影してもいいっていう許可いただきましたんで、また後で撮影したいと思います。客室がですね、2階になります。で、こちらにエレベーターがあるんで、エレベーターで2階に上がります。はい、こちらが2階ですね。客室はかなり多いですね。外観はね、旅館みたいな感じなんですけど、館内はホテルですね。こんな感じです。今回宿泊するのはこちら221号室になります。はい、それではね、早速見てみたいと思います。よいしょ。はい。で、こちらの鍵はね、オートロックなんで、鍵を忘れると締め出されちゃいます。よいしょ。ここにこれを挿したら電気がつくんだと、つきましたね。ここまで通路になってて、スリッパで来ることができます。はい。で、おそらくこちらは洗面所だと思うんですけど、お風呂もついてますね。レトロなホテルなんですけど、お風呂めっちゃ綺麗です。はい。こんな感じのお風呂で。で、こちらはトイレですね。こちらの洗面所にですね、もうアメニティが用意してくれてます。昔ながらのドライヤーという感じです。いいですね。で、こちらがお部屋ですね。はい。和室なんですけど、もう布団敷いてくれています。なんか和室なのか、洋室なのかよくわかんないですけど、一応ね、畳で、壁紙とかはちょっとね、洋室みたいな、感じです。こんな感じの10畳のお部屋になります。すごくシンプルなお部屋なんですけど、寝るだけなんでね、十分です。はい。で、こちら、窓は、よいしょ。こんな感じですね。外の景色は温泉街です。昔ながらのホテルっていう感じです。ちょっとこの畳がね、ちょっと謎なんですけど、はい。で、こちらクローゼットですね。よいしょ。羽織と、あと浴衣、バスタオル、で、フェイスタオルに、毛布が置いてあります。こちらには、冷蔵庫、テレビ、で、テーブルですね、があります。わ、すごい。いや、めっちゃレトロな、湯沸かし器ですね。へえ、なんか IH みたいな感じです。こちら、冷蔵庫なんですけど、はい、特に何も入ってません。大浴場なんですけど、夜9時半以降はね、入れません。で、日帰り入浴は8時までやってるんで、8時以降の1時間半の間、宿泊者専用のお風呂になります。で、ご飯がですね、朝7時から8時45分。で、夜は17時から20時50分までなんですけど、すごくね、混み合うみたいです。5時か5時半ぐらいなら、ゆっくり食べれるっていうことで、今日の夜ご飯は5時半にしてもらいました。それではね、大浴場の方に入りに行きたいと思います。はい、こちらです。
脱衣所は、こんな感じですね。で、こちらに洗面台があります。で、こちらが浴室になります。右手に洗い場が7つあります。で、こちらに大きな浴槽と、あとこちらにもね浴槽が2つあるんですけど、1つはねお湯が溜まってませんでした。突き当たりにある小屋がですねサウナになります。それではねゆっくり入りたいと思います。はい、入浴してきました。ここの温泉は体の芯から温まります。結構ね厚めの温泉で42、3度ぐらいでした。でちょっと口の周りを舐めてみるとめちゃくちゃしょっぱくて少し苦みのある温泉でした。はい、それではね夕食の時間になったんでレストランの方に向かいます。はい、こちらです。夕食はですね焼肉です。焼肉ともう一つプランあったんですけど、焼肉が人気みたいなんで焼肉にしました。野菜とお肉とね海鮮もありました。白米はセルフサービスになります。米よいしょ。美味しそうやね。美味しそう。お肉たくさん来ました。ハラミとカルビとももね。いや多いね。多い。テーブルいっぱいに食材が来ました。うまそう。いただきます。ご飯もりもり。うまっ。野菜と海鮮には初めからタレがかかってるんですけど、ちょっと甘めのタレですね。宿で焼肉って珍しいというか、初めてやね。カルビスープも来ました。めっちゃ本格的やな。すごい美味しい。美味しい。ちょっとピリ辛で、ピリ辛っていうかうま辛やな。ちょうどいいね。めっちゃ具だくさんなんやけど、白菜とかしいたけかな、あと卵に肉がめっちゃ入ってる。ちょっと待って、この宿めっちゃ安いんじゃん。こちら気になるカルビなんですけど、でっか、めっちゃ分厚い。うわ、ホロホロ。うわ、溶けるわ口の中で。いや、食べきれるか心配になってきた。このお肉めっちゃ大きいです。大きいし分厚いし、で油すご。ほら、大変なことになってる。炎上してるわ。お皿の上賑やかですけど、お肉いただきます。でかい。
わかりますかね。手のひらぐらいの大きさです。うまっ。めっちゃ美味しい。うまい。肉の旨味がすごいですね。ご飯おかわりしちゃいました。すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。動けないぐらいお腹いっぱいです。はい、夕食食べてきました。お腹いっぱいです。和食膳の贅沢プランっていうのと焼肉のプランがあるんですけど、焼肉のプランにしました。秋田県の由利牛っていうね、黒毛和牛を使用してるみたいです。由利牛はですね、秋田県由利本荘市周辺の自然豊かで牛にストレスが少ない環境で育った牛です。で、特徴がですね、霜降りが綺麗で柔らかい、甘みのある脂と赤身のバランスがいい、旨味がすごくね、豊かと書いてあります。通りで美味しかったわけですね。本当にお腹いっぱいになりました。それではね、朝食の時間になったんで、レストランの方に向かいます。こちらですね。朝食はこちらになります。いただきます。いただきます。うまい。朝からキムチだな。二色丼。ごちそうさまでした。はい、朝ごはん食べてきました。お腹いっぱいです。ご飯とお味噌汁はおかわり自由で、あとコーヒーも飲むことができます。温泉に入って朝食も食べてきました。もうそろそろね、チェックアウトするんですけども、こちらのホテルは和室と洋室があるんですけど、どちらも料金は一緒です。で、プランの方がですね、焼肉プランと和食膳の贅沢プランっていうね、2つのプランがあります。これもね、お値段一緒です。予約サイトを見てると、この直近1ヶ月をね、土日も平日も関係なく、すべて同じ料金でした。大型連休とかはね、もしかしたら変わるかもしれません。由利牛っていうブランド牛を使った焼肉のプランで、
1泊2食付き大人2名で24,000円でした。なので、1人当たり12,000円になります。夕食もね、霜降りの肉がね、たくさん出てきて、カルビスープとか、あと海鮮とかね、いろいろ他にもあって、あと温泉もね、楽しめて12,000円だったら、かなり安いかと思います。こちらの温泉と焼肉が気になった方は、ぜひ訪れてみてください。それでは、チェックアウトしたいと思います。よいしょ。よいしょ。雨降ってますね。でもね、もうそんなに寒くないですね。秋田でももう冬が終わって春が訪れようとしてます。それではね、次の目的地に向かいます。これにて秋田の旅は終了です。